こんにちは、オズディです。今回は実質木材を無限に入手できる木材無限製造機の作り方です。必要な材料はこちらになります。ブロックやハーフなどは燃えるものも使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。クラフター実装前なので手動で板材にする必要があり、板材までは自動ではないのでご注意願います。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。この装置を作成する際には必ず、チャンク内に収まるように作成してください。チャンクをまたいで作ってしまうと、砂が抜け落ちたりの不具合が起こったりします。ですので作る際にはチャンクの境目を調べて、その範囲内に収まるように作成しましょう。またゲーム終了時や装置から離れる際には、必ず装置を停止させておきましょう。そうしないとチャンクをまたいで作った時同様に、砂が抜け落ちたりする不具合が起こります。抜け落ちた後のよくある不具合の対処方法は、動画の後半で説明しているので参照ください。では作り方の方へと移りたいと思います。今回の装置は縦8マス×横10マスの範囲で作成します。まず最初にブロックを T 字型になるように設置します。そうしたら真ん中のこの部分を壊しておきます。今壊した箇所に正面側からこの向きで、リピーターを1つ設置しておきます。正面側のこの箇所にトーチを1つ設置します。背面側にはレッドストーンダストを2つ設置しましょう。そうするとこのようにクロック回路が作動して、点滅していると思います。正面側のこのブロックにレバーを設置して、レバーを下げて点滅を停止させておきます。一番後ろのレッドストーンダストの右側から、ブロックを6つ並べて設置します。その正面側にも同じく、ブロックを6つ設置します。トーチの右側にも同様に6つブロックを設置します。一番背面側のブロックの上に、レッドストーンダストを6つ設置してつなげておきます。今設置したレッドストーンダストの手前部分に、正面を向くように粘着ピストンを設置します。粘着ピストンの粘着部分の前に、それぞれ砂を設置していきます。ピストンの伸びた部分の上にも、同様に砂を設置していきましょう。上に設置した砂の周りを囲うようにして、ぐるっと一周ブロックを設置していきましょう。正面右側のこの部分は真ん中を開けて、左右にも2段ずつブロックを設置します。正面右側のこの位置にこの向きで、ディスペンサーを1つ設置しておきます。ディスペンサーの後ろからレバーの手前まで、深さ1段で溝を掘っていきます。レバーの下から今掘った溝部分すべてに、レッドストーンダストを設置していきましょう。ディスペンサーの後ろに接続するように、しゃがみながらホッパーを6つ設置します。砂部分めがけてホッパーの上に、それぞれコンポスターを設置します。コンポスターの上に接続するようにして、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの上にしゃがみながら、それぞれボタンを設置しておきます。正面側を開けた状態で左右と背面に、それぞれ1段ブロックを設置しておきます。今設置したブロックの両端以外の上に、正面側を向くようにピストンを設置します。ピストンの上部分にブロックを1段設置します。両サイドにはそれぞれ追加で、高さ2段でブロックを設置しておきます。ピストンの上のブロックに植え付きで、ハーフブロックを6つ設置しておきます。ハーフブロックの手前にブロックを6つ設置します。今設置したブロックの下側に、それぞれボタンを設置します。真ん中のハーフブロックを狙って、それぞれに水を流しておきましょう。水を流したら砂の上に昆布を設置していきます。背面側に回って左のこのブロックの側面にトーチを1つ設置。
トーチの上部分にブロックを1つ設置します。さらにブロックの上にトーチを1つ設置。さらにトーチの上にブロックを1つ設置。最後にブロックの上にトーチを1つ設置します。ピストンの下部分にそれぞれブロックを設置します。今設置したブロックの上にレッドストーンダストを設置します。次はディスペンサーの前部分を深さ2段で掘り下げます。深さ2段目の正面側に接続するように、ホッパーを1つ設置します。この正面側のブロックを1マス掘って、ホッパーの上に土ブロックを設置します。今掘った穴と手前にレールを設置して、土ブロックにホッパー付きトロッコを押し込みます。レールは回収しておきましょう。この穴と正面側を深さ2段になるように掘って、その穴の中にラージチェストを設置します。穴のホッパー側に植え付きでハーフを設置して、手前側にはトラップドアを設置しておきます。トロッコを押し込んだ土の後ろを1マス掘って、その中に水を入れておきましょう。水の上にブロックを1つ設置します。正面側から今設置したブロックの上に、ピストンを1つ設置しておきます。ピストンの上に追加で1つブロックを設置。ディスペンサーの横と上にそれぞれ、高さ3段になるようにブロックを設置します。こちら側にも高さ3段で同じように、正面側に2マスブロックを設置します。背面のブロックの上から手前に3つブロックを設置。正面側の空いている上2段にガラスを設置します。下段にはトラップドアを縦向きで設置します。ディスペンサー前に竹を設置しておきます。背面側に回ってピストンの下に、この向きでリピーターを1つ設置します。リピーターは一度タップしてチェーンを入れておきます。あとはこのトーチの横からリピーターまでを、レッドストーンダストを設置してつなげておきます。これで装置自体は完成となります。正面のレバーを上げることで骨粉製造機が動き、作られた骨粉がディスペンサーに送られます。ディスペンサーから骨粉が発射されて、成長した竹をピストンが収穫してくれます。あとは放置していれば大量の竹が、チェストの中に溜まっていってくれます。作業台をこの辺りに設置しておくことで、回収した竹を木材にすることができます。無限に入手できるので足場ブロックにしたり、こんな感じで燃料として使ったりもできます。素材が必要なく無限なので遠慮せずに使えますね。あとは竹をサトウキビに変えることで、サトウキビも無限に入手することが可能です。竹と同じように骨粉で成長させて、サトウキビを収穫していってくれます。では最後に簡単に不具合が起きた時の対処方法を説明して終わりたいと思います。よく聞くのが装置を動かしている途中に、死んでしまったや離れすぎた時に起こる現象です。一番左はしっかりと動作しているのに、右側4箇所は昆布が成長しなくなっています。こういう症状が出てしまった場合は、一度装置を停止させましょう。そして装置右側に行ってみるとこんな感じで、地面に砂が抜け落ちてしまっています。この装置は砂が落ちる場所がなくなると、昆布の成長が停止してしまいます。そんな時は一番最初にこの砂を取り除いてあげましょう。その後に抜けた砂や昆布を戻してあげることで、こんな感じでまた昆布が成長を始めてくれて、装置の不具合も治ってまた動き始めます。そういった不具合の際は、まず下の砂を取り除きましょう。こんな感じで砂が落ちる場所が必要なので、この部分にはブロックは設置しないようにしましょう。またこのように昆布が抜けてしまっている場合は、まず先ほどと同じように下を確認してみます。下を確認しても砂が落ちていない場合は、ただ単に昆布が抜けてしまっているだけです。そういった場合はただ抜けただけなので、もう一度昆布を植え直してあげましょう。そうすることで元通りに動いてくれます。
こういった不具合は装置自体がバグ技なので、ある程度起こってしまうのは仕方がないです。なるべく起こらないようにするために装置稼働中は、離れすぎないこととゲーム終了時は必ず停止させましょう。いかがでしたでしょうか？今回は自動で勝手に骨粉を作ってくれて、それで竹やサトウキビを成長させ、勝手にピストンで回収までしてくれる、実質木材無限製造機の作り方のご紹介でした。注意点だけしっかり守って作成すれば、不具合も起こりにくく大量に入手が可能です。簡単で作りやすい装置になるので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫